街を歩いていてなんか気持ちいいなって思う瞬間ありませんか？でもそれなんとなくじゃないです。全部設計されているのです。韓国から来た僕には正直ちょっと異常に見えました。ここまでやるってレベル細かすぎる、静かすぎる。しかも全部に意味があったんですよ。僕は日本に9年住んだ韓国人です。外から来たからこそこの違和感に気づきました。この動画では日本人が気づいていない日本の異常な特徴を5つ説明します。掲示板、信号機、ヤンキー、東京、広島です。これを見たら日本の見え方が完全に変わります。一つ目は掲示板が可愛すぎる理由です。これガチでびっくりしました。東京とか地方でも学校の掲示板ありますよね。イベントごとに全部手作りする場合もありますよね。折り絵、切り絵、食紙全部違う。季節ごとに変わる。春は桜、夏は花火、秋は紅葉、冬は雪。美術館レベルじゃないのって思う時すら、それぐらい細かくて可愛くて暖かいですね。近くで見ると紙の質感、手できたギザギザ、全部人の手が残っていることが分かりました。これがいいんですね。デジタルじゃ出ない温度だと思います。日本ではこれ学校の中だけじゃない、商店街、駅、地域センター、どこでもある子供の作品が街に出る。つまり社会に参加している感覚を小学生の時から体験している。韓国はどうか、その掲示板すら使わなくて、ショートメッセージで送っちゃう、LINE グループで伝える。これはまあ合理的ですね。ただし、それを慣れていると、日本に来た時の日本の感情、豊かさ、なんか人の気持ちが入ってる感がすごく伝わってきます。二つ目の話は、信号機の音に感動するということです。これ、旅行に来る韓国人は感じています。日本の信号、ピヨピヨしてて可愛いって。でもこれ、ただの可愛い音じゃない。ガチで設計されてるんですよね。ピヨ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 は東と西の方向を表している。ピッポは南と北の方向を表しているらしいんですよ。つまり視覚障害の方が音だけで方向を判断できる仕組み。しかも音の高さとリズムが違う。その中でも聞き分けられるように設計されている。正直ゾッとしました。ここまでやるのって見えない配慮が多いと思います。福岡に住んでた時も感じました。信号機がメロディ流すんですね。トーリャンセって歌でしたっけを流していて、こういう音楽も地域ごとに違うって聞きました。つまり安全だけじゃなくて文化まで信号機に乗せているってことですね。韓国ももちろん改善し始めています。バリアフリー施設、ここ10年でかなり増えたとも言えます。ただまだ課題はあります。実際にあった話ですが、障害団体が駅のバリアフリー不足に抗議して電車を止めるデモまでしていました。これからもどんどんすごいスピードで変わっていくことを願っています。で、三つ目は、ヤンキーの行動がおかしいということです。これ、マジで意味がわかりませんでした。日本の暴走族、うるさいです。めちゃくちゃうるさいです。マフラーの音を、もう太鼓を打ってるようなレベルですよね。夜中2時でも関係なく、ガランガ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 ン。なのに、信号ちゃんと守ってるんですよ。なんでってなるんですね。あれだけ爆音で走ってるのに、赤信号でピタッと止まる。青になった瞬間、また爆音なんですね。これを見たとき、正直笑いました。ルール守るんかいって。日本では最近、マイルドヤンキーっていう言葉ありますよね。見た目は不良。でも、中にはそこまで危険じゃない違法改造とか、ギリギリのラインで遊んでますね。韓国はどうか、ちょっと事情違います。見た目ヤンキーはもうそのままヤンキーで、そのまま危険な人です。絡まれたら普通に喧嘩するし、バイクの暴走族みたいな人たちは信号無視も普通にしています。もう道路を占拠してた時もありました。日本は予測可能なヤンキー、韓国はちょっと予測不可能なヤンキー。どっちも悪いとは思うんですが、ヤンキーですら文化の差が出てるのかなって思っちゃうんですね。
で、4番目の話は、東京がインスパイアリングすぎる理由です。これはある韓国人のリアルな感想ですが、理由が面白くて、高級ブランドがあっちこっちにある。そういった話じゃなくて、むしろ逆でした。みんな自分の好きで生きているということですね。服はバラバラ、髪型バラバラ、靴バラバラ。でも成立してる。街として美しい。しかもマナーがある。自由なのにぶつからない。騒がない。空気を読む。ということです。このバランス、正直えぐいですね。日本では他人に迷惑をかけない文化、かけなければ自由とも言えるかもしれませんですね。だから、極端な例として、男性が女子高生の格好をしていても、びっくりすることはありますが、基本的にはスルーなんですね。そういう趣味なんですね。で終わると思います。別にそれで自分は被害を受けていないんですから。韓国は、日本の普通と比べると若干違っていて、ある基準があると思うんですね。流行りが強い。そのラインに乗っかれば安心。でも、外れると目立つ。例えば、韓国はマッシュみたいな髪型よくするんですが、しておけば安心ですね。でも、それから外れるってなった時には、自分はそういうことを気にしてないですよ。なのか、自分はこういう個性を出してまで自分の良さを表現したいですよっていう形になるので、そこまでの自信とか、そこまでの覚悟がなければ、マッシュにしとけばいいか、みたいな形になるんですね。もちろんメリット、デメリットがあって、韓国はこういうトレンドの、スピードが速いから、K-POP とかファッションとか、もう爆速でやってて、それが例えば世界市場でうまくいけば、それをガンガン打っていくみたいな、このスピードは速いですね。でもデメリットありますね。すごく疲れると思うんですよ。気づけば髪型とか服装のトレンドが変わっていて、あれこれ乗っからないと自分ってもうダメなのかなみたいなことになりやすい。それに慣れて東京に来たら面白いんですね。自分をトレンドに乗っからせなくていいんだ。自分が好きなことをやっていてもいいんだってことを日本に来たら感じてくると思います。だから外国人から見ると刺激が強いと思うんですね。秩序と自由が同時に存在しているからです。最後、5番目は、広島が刺さる理由です。これ、韓国人で旅行上級者の話です。広島面白いということです。人口約100万人の、都市ですね。でも、混みすぎない。インフラは整っている。でも、息もできる。これ、かなり重要ですね。さらに、周辺が強い大野道、高いって呼ぶんですか？レトロな街並み。そして、宮島すいません。日本語ちょっと読めない。これは別格ですね。朝、人がいない時間に歩くと、海の匂いとか、潮の音とか、鹿の足音、完全に別世界ですね。食も強いですね。お好み焼き、牡蠣、レモンみたいな、ローカルな食べ物、ブランドが成立していますね。川もあって、路面電車走っていて、都会なのにゆっくり流れている。野球文化もある。広島東洋カップ、優勝は長く遠ざかってるけど、街の熱量はすごい。日本では、すでに広島有名だと思いますが、韓国ではそこまで知られていないと思うんですね。地名は知ってるけど、そこで韓国何するのって聞かれたらわからないというふうに思います。というのも、初回旅行で広島を選ぶ場合は少ないと思うんですね。初回は東京とか大阪、2回目京都行ったり、北海道、福岡行ったりするんですね。だから広島はその後になってしまって、深く日本を知った人が行く場所になります。最近はリピーターも増えているようです。だから広島の評価確実に上がってきてる。少しずつ上がっていってるというふうに思います。回数を重ねるほど、日本の面白い場所、面白い地域が見えてくると思うんですね。今日お伝えした通り、日本はただの国ではないと思います。一つ一つにちゃんと設計された裏がある国だと思うんですね。掲示板の紙一枚、信号の音一つ、ヤンキーのコードすら、そこに日本らしさがあると思います。逆に海外に行ってみれば、その国ごとの面白さがあると思うんですね。その前に、まず日本ですよ。日本でなんとなくそういうことを見ていると、正直僕はもったいないと思うんですね。これ、なんでこうなってるんだろう。これは日本らしさが関わっているからと、一歩踏み込むだけでも同じ景色が2倍、3倍面白く見えてくると思います。僕自身、日本に9年いて、まだ発見が止まりません。皆さんもぜひ裏を読む視点を持って日常を見てみてください。きっと日本がもっと面白く、そして好きになると思います。以上、パクンでした。良ければ他の動画を見てください。アニョン